こんにちは、新藤恵美子です。今日はこちらに、長寿梅の、秋の植え替えをしたいと思います。はい。ボケとか長寿梅の植え替えっていうのは早春もできるんですけど、一番いいのは今時期、秋の彼岸頃の、植え替えが、良いと経験的にも、言われています。はい。秋の彼岸っていうのは秋分の日ですね。9月の23日頃を挟んだ前後1週間ぐらいを言うんですけど、その時期に植え替えると来年の花つきがとても良くなるというふうに言われています。秋分の日っていうのは昼と夜の長さがちょうど同じ12時間になる日のことなんですけど、そのね日の昼と夜の長さは植物もちゃんと測っていて、なんか昼と夜同じになったけんあれやなって、もう冬来るかもしれんけんちょっと種とか作っとくかみたいな、ついでに寒くなるけん体はちょっと太くしようかねみたいな、そういうですねことを多分考えてて、それでいろんなね反応をやってくれてるんですけど、で季節の変わり目っていうのは例えば夏至と冬至があるんですけど、夏至は昼の長さが一番長くなる日ですね。はい。6月の21日ぐらいで、冬至はその反対に夜の長さが一番長くなると、時期的には12月の22日ぐらいかな、そのくらいなんですよね。で植物はそれも測ってて、ちょうど夏至冬至のそれぞれ2ヶ月後ぐらいが暑さ寒さのピークなんですけど、それをこう見越して体を備えていると、そういう反応をちゃんとしているんですよね。もう一つの理由は根頭眼腫病ですね。バラ科特有に発生する根のちょっと厄介な病気なんですけど、その発生を予防するために秋の植え替えが良いというふうに言われています。はい。で土壌細菌はいい菌も悪い菌もだいたい14度から30度ぐらいで生息しているんですけど、一番繁殖力が高いっていう、そういう季節温度はですね、だいたい22度ぐらいなんですよね。それって今時期が一番細菌にとって繁殖しやすい時期なんですよ。で土壌細菌も同じで、今時期にですねいっぱい増えて、それで土の中で長いことですね生き残ってですね、それで翌春とかに気温がまた上がってくると眼種を作ったりとかして問題になってしまうんですけど、それをですね今時期植え替えと一緒にがっつりと消毒してあげることで眼種病の発生を抑えると、そういう最大の目的というかですね、そういうのがあります。じゃあ早速抜いてみます。ではそんなには回ってないんですけど、他に適当なのがなかったので今回はこれでちょっと失礼します。軽く根をこう落として、今小さいポットから今年挿し木した分のやつもちょっと見てみたんですけど、これはこれでちっちゃく作ろうかなと思っていて、今回はちょっとね石にちょっとかませてミニの石付き作ろうと思って、こんな感じでミニの石付きを一つまた作ろうかなと思います。はい。軽くテグスで石にくっつけて結んでおきました。これミリのちっちゃい長寿梅にしようと思います。はい。で
今回お手軽にヤシマスト米使おうと思います。倍率は、500倍くらいに、しようかなというところですね。はい。これで500倍です。で今日こうやったやつをつけて殺菌で30分ぐらいつけておきます。30分ぐらい経ったんで、いつもの通り植え付けていきたいと思います。まだこれは作ってる途中なんで、まだ仕立て鉢に入れ直します。一回りちっちゃいやつですね。はい、コロ土、基本用土で、花物なんで骨粉をコツパラしたいと思います。コツパラです。はい、こんな感じで、はい。ただ、植え付けて固定して新しい土をまた突き込んで終わりという感じですね。はい。でこれはちょっと結構藻が生えてるんですけど、アメンダーって言って、バラ科の植物の発根を良くするような腐葉土ですねを少し植え付けの時にちょっと少しじゃない、めっちゃ出ちゃったんですけど、結構多めに植え付けの時に入れときます。で粒の細かい化粧土を外してこれで OK ですね。はい。これもこれで植えました。石ごと、土に植えてまず根の充実を、測りたいというところですね。はい。時間は経ちますけど面白くなるんじゃないかなと。はい、今日の作業は以上です。